皆さんこんにちは。皆さんは日本語で話すとき、話してる相手のことを何と呼びますか？あなたと呼びますか？あなた今もう何時だと思ってるの？君と呼びますか？君今日も綺麗だね。実は私たち日本人はあなたも君もほとんど使いません。今日はそんなお話です。英語で言うと You、 スペイン語で言うと usted や tú になりますが、これらのことを日本語で二人称代名詞と言います。日本語の二人称代名詞にはさっき言ったあなたや君、その他にもお前、そちら、おたく、貴様、そしててめえなどなど、まだまだたくさんあります。日本語の文法を最初に習うときはあなたという言葉をよく使いますよね。そして日本語の歌の歌詞の中にもたくさん出てきますし、君という言葉もよく聞くと思います。ただ日常会話の中でこの2つの言葉を使うとちょっと失礼になることもあるので、十分注意しなければなりません。ではどんな風に注意すればいいのか一つずつ見ていきましょう。まずあなたという言葉なんですが、これは目上の人や上司が年下の人や部下などにちょっと注意したり軽く非難する時などに使うことが多いんです。例えば何か仕事でミスをした時、あなたちょっとこっち来なさいというふうに上司に呼ばれたりします。また先輩との約束に遅刻した時などに、あなた今もう何時だと思ってるの？と言われたりします。ではその上司や目上の人たちは普通は部下や年下の人たちのことを何と呼ぶんでしょうか？それは名字や名前を呼ぶことがほとんどなんです。例えば田中さんだった場合、田中さんちょっと来てくれる？とか、田中さん遅いよ、今何時だと思ってるの？というふうに言われます。同じように注意される場合でも、名前を呼ばれるんじゃなくてあなたと呼ばれた方が怒られているんだな、冷たいなという感じが伝わってきます。そしてこのあなたは相手の名前を知らないとき、また話し相手が特定できないときに使います。例えば街を歩いているとインタビューなどであなたの夢は何ですか？と聞かれたり、駅の落とし物などでこれあなたの傘じゃないんですか？と言われることがあります。また列に並んでいる時に次はあなたの番じゃないですか？と言われたりもすると思います。なのでお友達や知り合い、そして一度名前を聞いたことがある人にはあなたではなくてその人の名前で呼んであげてください。他の言語と比べて少し違和感があるかもしれませんが、日本語ではそちらの方が自然です。続いては君。君もあなたとよく似ていて、上司や目上の人が部下や年下の人などに使う場合もあります。そしてその他に若い少年に使うことが多いです。例えば君はよく働いてるねとか、いや本当に君はすごいよなどと言ったりします。これはもちろん褒め言葉なんですが、年下の場合に君を使うことがよくあります。ただ立場がはっきりしている時や信頼関係がある時はいいんですが、そうじゃない時にあなたはとか君はと言われると気分を良くしない人も大勢います。
の場合もそうですね。例えば愛さんの場合、君今日も綺麗だねと言うんじゃなくて、愛ちゃん今日も綺麗だねと言ってもらった方が気持ちが伝わります。なので相手の名前を知っているときは必ず名前を使うように心がけましょう。名字でも名前でもいいんですが、名字の方がフォーマルで名前の方がカジュアルになりますので、その人との関係を考えて使い分けましょう。今日のポイントは、名前を知っている人には名前を使いましょうということです。今日も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。